どうも皆さんこんにちは、アキヤです。今回はですね、小型の動画撮影カメラ10機種を徹底的に比較していきたいなというふうに思います。いよいよ来ました、この企画。もう僕が本当にずっとやりたかった。もし今買うなら、初心者の方が買うなら、初めてのカメラとして迎えるなら、どれがおすすめなのかっていうのを用途別にしっかりと徹底的におすすめしつつ、さらにそれらの機能であったりとか、他のカメラとも比較していきながら、皆さんに最適なカメラを見つけていくというそんな企画をやっていけたらなというふうに思っております。ここに全て10個のカメラを用意しています。新型のiPhone 16 Pro を含めて特殊な撮影ができるカメラから、そしてこっちのミラーレス一眼と呼ばれる、レンズを取り外して撮影ができるような、そういったカメラまで全て小型サイズ、なおかつ Vlog とか自分を撮ったりとか簡単に動画を撮影できるみたいなそういった用途で全て揃えてみました。で、今回は5つの項目に分けて、それぞれ僕のおすすめのトップ3というものを発表していこうかなというふうに思っています。まず1つが手軽で高性能な Vlog カメラですね。で、2つ目が映像美、画質優先みたいなところでいうトップ3を紹介します。で、3つ目の項目は特殊撮影ですね。普段の気楽に回すんじゃなくて、ちょっと変わった撮影におすすめな、アクション的なものであったりするんですけど、そういったものにおすすめのトップ3を紹介します。で、4つ目がですね、これも面白いインフルエンサー向けのカメラをトップ3でご紹介しようと思います。で、最後デザイン重視ですね。本当にもうデザインがいい、可愛い、持ち出したくなるみたいなところでの視点でも、おすすめのトップ3をご紹介できればなというふうに思っております。で、正直なところもうカメラ選びっていうのは本当に難しくて、もうすごく判断基準が難しいんですよ。なので今回の動画はあくまで参考程度にしていただければなというふうに思っております。皆さんが趣味として使うのか、お仕事としてゆくゆくは使っていきたいのかっていうのでもかなり変わってくるし、価格を重視するのか、性能なのか、デザインなのかとかもう何を撮影してどういった動画を記録していきたいのかっていうのでもう本当に全部変わってくるので、そこに関してはみんなから全部聞くことができないので、あくまで僕だったらこれかな、この用途だったらこれかなっていうのをちょっとざっくりと話していけたらなというふうに思っております。まずは結論からいきたいなというふうに思っております。もう時間がない方はこの3つから選んでいただいていいんじゃないかなというふうに思っております。まず1つ目がですね、こちらです。 iPhone 16 Pro もしくは15 Pro です。はい、これがもう本当に追加で買う必要がないっていうところではめちゃくちゃいいです。これカメラの魅力っていうのはたくさんあるんだけれども、 iPhone の動画撮影機能がもう良すぎます、今のところ。特に15 Pro 16 Pro のシリーズはもうめちゃくちゃ素晴らしいので、僕としてはカメラを無理に買うぐらいであればプロシリーズのiPhone を選ぶっていうのも一つの選択肢かなというふうに思っております。で、もう一個がこちらでございます。 DJI の Osmo Pocket 3というカメラですね。これはもうバランスが良くて欠点もなかなかなくて、すごく安くて記録っていう用途にすごく向いてて、すごく画質も綺麗なんで、大半の方はもうこれがカメラであれば一番僕はおすすめができるかなというふうに感じています。で、一方で最後にカメラというものを楽しみたい方、これはレンズ交換ができるようなカメラになるんですけど、これ ZV-10M2 というカメラで、今後もうカメラとしてたくさん趣味としてこう拡大していきたいなみたいな、レンズもたくさん取り付けて楽しんでみたいし、ゆくゆくはこうミラーレス時が大きなものとかも使っていきたいなみたいな感じでうっすら考えている方は、このZV-10M2 がいいのかなというふうに感じております。これらを選んだ理由っていうのは最後に答え合わせとして、わかると思いますが、僕が一旦結論付けるならこの3つかなというふうに思っております。というわけで、ではここから早速やっていきたいと思います。ではまずはじめに手軽で高性能な Vlog 撮影向けのカメラトップ3をご紹介できればなというふうに思っております。で、今回はですね、もう全部トップ1、ベスト1からいきたいと思います。それが DJI や Osmo Pocket 3というカメラになっています。本体だけで 79,200 円、クリエイターズコンボっていう、いろんなマイクとか三脚とかが入っているもので 99,880 円と、かなり値段も安くできるんじゃないかなというふうに思います。正直もうこのカメラがほとんどの人が満足できるようなカメラかなというふうに思っています。これ3なんで3世代目なんですが、2とかよりもかなり大きく変わったところがセンサーサイズなんですね。というのもですね、カメラっていうのは光を読み込む、もう本当にすごい大事なところがあります。それがこれが光を読み込んで、それをデジタル化して、で写真とか動画にやっていくといった形になるんですね。これが APS-C のセンサーサイズとなっていて、さらにもう一つ大きいこんな感じのフルサイズセンサーというサイズのものもあったりします。このようにですね、カメラによってセンサーのサイズっていうのが大きく変わってくるんですね。で、センサーのサイズが大きければ大きいほどより光を通り込むことができるので、背景がすごくボケやすかったりとか、夜の撮影とかでも暗いところの撮影でもノイズを少なくして撮影をすることができるようになっています。で、この Osmo Pocket 3のセンサーサイズっていうのは1インチセンサーと呼ばれるものになるんですね。1インチのセンサーとなると、ここの小型サイズのカメラの中でも最も大きな
センサーサイズとなります。 iPhone とかこういったアクションカムとかこういったもののセンサーよりもはるかに大きいね1インチセンサーとなっているんですね。ただですね、1インチとはいえこういったねミラーレス一眼 APS-C とかフルサイズセンサーよりは大きくはないんですが、もうこの小型さではかなり大きなセンサーをね搭載しているという風なところがめちゃくちゃ綺麗なね画質を生み出すような秘訣になってるんですね。でただそれだけじゃなくて 4K の映像撮影ができるんですが、 4K でスローモーションを撮影することができます。このような動画っていうのは写真の集合体でできてるんですよね。なので今撮ってるねこの動画自体も 24p っていうので撮ってるので、1秒間に24枚の写真が連なって動画になっています。でこれがですね、例えば1秒間に60フレームとか 120fps、120フレームとかになると、それらをですねよりこう1秒間に分配してあげることによってよりゆっくりこうフレームをね切り替えていくことができるので、よりこう滑らかなね映像表現になってくるんですね。でそれを踏まえた上でこのカメラっていうのはなんと最大 4K120fps で撮影ができちゃうというところがかなりやばいんですよ。なので今見ていただいているように 4K の120フレームっていうね、すごく滑らかなね 4K 映像がね記録できたりとかで、あとはさらにログ撮影っていうね撮影ができたりします。これはね何かというと、実はこの動画もこんな感じのログって呼ばれるもので撮ってるんですね。でログ撮影しておくことによって普通の色味に一旦戻して、そこから自分のね好きなカラーにね変更できると、そういうような撮影ができるんですよね。でこのログ撮影って何のためにあるのかっていうと、本当にめちゃくちゃ簡単に言うと、髪の毛を染めるときにこういった僕のようにこういった黒髪にねこう色を入れようとしても入らないじゃないですか。そういった時にブリーチをしますよね。でそういうブリーチのようなこう一旦脱色するみたいな、そういったものがこの映像でいうログ撮影だったりするんですけど、めっちゃ簡単に言ってるけどねっていうようにしておくと、後からいろんなこう世界観で編集をしたりとか、いろんなねこう世界観を楽しめるというところなんですね。で他にもねいろいろとあるんですけれども、本当にめちゃくちゃコンパクトやし、広角レンズ 20mm のね F2 っていうレンズになるので、すごく夜も綺麗だし、自撮りもねすごく最適だし、自撮りとねこう奥のね、画角にね合わせたりとかもすぐにね変更できたりとかで、他にもねこんな感じでズームもね簡単にさせることもねできたりしますし、めちゃくちゃ簡単に楽しめるねカメラになってるんですね。でなんといってもこの、ジンバル一体型のカメラになっています。このように、ここの部分がね揺れないようなものになってるんですよ。こういう風に動かしても適当に撮っててもめちゃめちゃねこうブレを抑えた状態で撮影をねすることができるっていうのがめちゃくちゃねこのカメラのすごくね魅力的なところかなという風に思います。でさらにねこのまま、縦のね動画を撮影することもできますので、もうこのままね、ショート動画とか TikTok とかね、僕は最近ねインスタグラムのリールをねたくさん撮ってると思うんですけれども、これらも全てこのねOsmo Pocket 3で縦動画でね撮ってるからめちゃくちゃ簡単だったなという風になっております。っていう感じで、これぐらいねてんこ盛りの内容で7万円台で購入できる、8万円なんですけど、購入できるっていうところで、これが一旦ねもう1位かなという風に思います。でちなみにねさっき言ってたこのログ撮影というところで、こういった色のね表現ができるっていうところなんですが、最近ですね僕この DJI Osmo Pocket 3用のラットっていうものをね制作しました。このラットっていうものを使うことによってログ撮影をしていた状態から一発でねこのラット、写真でフィルターのようなものを編集時にこう入れてあげることによっていろんなねこう世界観でね楽しむことができるんですけれども、Osmo Pocket 3専用のねラットを制作しております。でこれはログ撮影用とスタンダードで撮影した時用のものとね両方ともね制作をねしておりますので、もしよかったらですねこの Osmo Pocket 3を購入される方とか今実際に使っている方はいろんな世界観でねさらに手軽に楽しむことがねできるようになっておりますので、ぜひですねこの動画の概要欄からチェックしていただければなというふうに思っております。かなりね僕もねいろんなカラーをね頑張って模索してきた中でやっとね完成したものになりますので、ぜひね楽しんでいただけるかなというふうに思いますので、ぜひチェックアウトしてください。というわけでトップ2いきたいなというふうに思います。それがですねソニーの ZV-1M2 と呼ばれるねカメラというふうになっております。これはねもうコンデジと呼ばれるカメラになりますね。レンズが撮れるわけではないんだが、カメラ型のねカメラであるといったところで、コンパクトデジタルカメラとも言ったりするんですが、これはねすごく比較的新しいねカメラになっておりますし、かなりいろんなこうインフルエンサーとか YouTuber の方も愛用しているようなねカメラかなというふうに思います。このカメラはOsmo Pocket 3に比べて一番ね大きなポイントとしてはズームができるっていうところですね。ここの、電動ズームを使ってこういう風に、ズームをすることができます。最大ね 50mm っていうところまでいけるんですが、Osmo Pocket 3よりもこうズーム側のね写真も動画も撮れるというところが魅力的なところかなという風に思います。こっちの ZV-1M2 もね、美肌効果、美肌補正モードがね搭載されていたりとかで、自撮りする時にもねすごくこうテンションがね上がったりとか、あとはこういったねバリアングルモニターというものを搭載していますので、これをパカッとこんな感じで開けてあげると文字撮りして
すぐにね撮り始めることができるという風な優秀なねものになっております。でさらにですね、ここにねいろんなこうタッチ操作ができるようになってるんですが、このままここでね録画をね開始させることもできたりするし、こうマイクの指向性とか全方向とか前方後方みたいな感じで選ぶこともできたりするので、 Vlog にはすごく特化されたカメラになっています。ズームがねできるので、ペットとかこうお子さんとかちょっとこう遠くからねズームをさして撮ることもねできたりするといったところがすごくね、強いところになるのかなというふうに感じております。で正直ねいまいちなところというか、ちょっと注意視点としては、画質はめちゃくちゃ綺麗ってわけじゃないんですよね。ぶっちゃけ僕はね iPhone の画質の方がね綺麗だったりっていうか、好きだったりはするかなといった時がたまにあったりしますね。であとログ撮影もね一応できるんだけど、ログ撮影で撮ると結構ノイズがね出てしまうので、単純に画質比較をすると Osmo Pocket 3の方が綺麗かなって思う人は多いんじゃないかなというふうに思います。去年の夏かな、僕のねチャンネルにたくさん出てくれてるナミちゃんとね、カメラを買いに行くっていう動画を撮って、このね、カメラを買いに行ったんですね。でそのナミちゃんが実際にねYouTube 配信をたくさんやってるんですけれども、ナミちゃんの動画はねほとんどが今このねカメラで撮られてる映像だと思いますので、よかったらですねどんな感じなのか気になる方はねナミちゃんのチャンネルもチェックしてもらえたら、そのね画質とかわかるんじゃないかなというふうに思います。というわけでね、じゃあ次3つ目いきたいと思うんですが、それがですねソニー ZV-E10M2 でございます。これがね結局僕はね一番推したいね、もちろんねこの2つもいいんだけれども、やっぱカメラとしてのね楽しさはめちゃくちゃあるかなというふうに思っております。でですね、実際このカメラどういったものかというと、こんな感じの APS-C センサーを搭載したカメラになっております。なので、圧倒的に画質はめちゃくちゃいいです。本当に他に比べて。でめちゃくちゃいいし、すごいねグリップ感もあったりとかで、カメラとしてねしっかりとね使いやすいっていうところがあったりします。でやっぱり APS-C センサーっていうねこうかなり大きなねセンサーを搭載していることによって、すごくねこう夜のねノイズ感もね少なく撮ることが、こっちに比べたらできますし、すごいこう背景をねぼかしたような撮影をねすることもできたりするといったところですね。で基本的に ZV-1M2 のこう基本的なねものが入ってるんですよね。なのでこう美肌補正効果とかバリアングルモニターだし、ズームをねすることもできるし、マイクもねしっかりと搭載されてるし、写真も撮れるしっていうので、やっぱりねこれのねさらにね進化して、レンズを取り付けて楽しむことができるカメラになっております。一応ねこのレンズキット 1650mm のねレンズと合わせると16万3900円で、 Amazon だったら14万円台で、ボディだったら Amazon だったら12万円台で購入することができるので、とにかくめちゃくちゃ高いっていうわけでもないのが、すごくねいいところなのかなというふうには感じております。でやっぱりこのカメラってこうレンズをね取り外して、使うことができるので、そこそこいいレンズをね使ってあげると、これぐらいねめっちゃ綺麗なね映像をね撮影することができます。僕もねこのカメラを使ってね、韓国の旅行に行ったりとか、日常をね記録していたんですけれども、本当にめちゃくちゃ綺麗ですよね。こう背景もしっかりとボケてると思いますし、やっぱりこの質感というかこの画質っていうのは Osmo Pocket 3とか ZV-1M2 じゃどうしても出せないねものになってくるんじゃないかなというふうに感じております。ちょっと扱いづらさっていうところで言うと、やっぱり大きさですよね。これやっぱポケットにはねなかなか入らなくなってきます。この2つに関してはねポケットにさっと入れてね移動できたりするんだけど、さすがにねこの大きさはね入らないっていうのはあったりするし、あとはねやっぱり手ブレ補正とかもねミラーレス位置感っていうのは、こういったね Osmo Pocket 3とかこういったこうアクションカメラに比べて手ブレ補正っていうのはね効かないので、その辺はね慎重になる必要もねあるんじゃないかなというふうに思います。であとはねやっぱりこうレンズがね取り外しできるっていうのはいいんだけれども、レンズ自体もねやっぱり高いっていうところになりますので、このねキットレンズっていうのはねすごくこう安くて、だいたい1万円ぐらいでね購入することができるので、ボディ単体からね、なのでいいんだけれども、もうちょっといいレンズを使いたい、もうちょっとねこう画質を求めていいレンズをね買いたいってなった時に、やっぱりねレンズもすごく高いものにはなるので、その辺はね若干しんどくはねなってくるんじゃないかなというふうに感じてはしたりします。先日LA の方にね、Apple さんの新製品イベントにねご招待いただいて LA にこう行ってきたんですけれども、その時にもね、FX3 っていうね今こっちで撮ってるカメラと、この ZV-10M2 のね両方を使って撮影してたんで、一部ねこの使用シーンとかもねそういった動画でも楽しめたりするんですけど、本当にめちゃくちゃいいカメラなんで、これ気になる方はぜひねレビュー動画チェックしていただければいいかなというふうに思っております。はい、というのが一旦ねこう Vlog 撮影をね今から始めるならこの3つかなというふうに感じているんですが、ただもう1個だけどうしてもねお伝えしておきたいのがこれですよ。 iPhone 16 Pro てかiPhone やばいから本当に今回のねランキングには入れてないんですが、ぶっちゃけこの iPhone で十分だなというふうに思う人が絶対いると思うので、それをねちょっと紹介させてください。特に今回のね16 Pro っていうのは
4K120 フレームのログ撮影ができるようになってるんですよ。もうこの Osmo Pocket 3とかとね、同等のね、超すごいね、4K 撮影ができるようになったりとか、iPhone ってね、手ブレ補正もめちゃめちゃ効くんですよね。で、さらにね、レンズ3つついてますよね。超広角から望遠と標準と、もうめちゃくちゃ贅沢なんですよ、iPhone っていうのは。で、さらにね、マイク性能も良くなったりとか、写真も撮れたりとか、写真だってローで撮れたりとか、動画だってログで撮れたりするんで、めちゃくちゃね、本当に素晴らしいカメラを撮って、かもうカメラだと思うんですけど、っていうぐらいすごくね、素晴らしいものだと思うんですよ。なので実際にさっきね、紹介した3つもいいんだけど、こっちでもね、十分なんじゃないかっていう方は、一旦ね、よく考えていただければいいのかなというふうに思っております。で、この iPhone 16 Pro シリーズに関しては僕本当に頑張ってめちゃくちゃこだわって、めっちゃ検証しまくったレビュー動画も出てますので、ぜひよかったらこっちも見てもらえたらと思うんですけれども、本当にね、もう十分なカメラ性能です。実際にね、これ全て僕がね、この iPhone 16 Pro でね、撮影した映像たちになるんですけれども、色のね、グラデーションもすごくいいし、ログ撮影ができることによって、ダイナミックレンジ、いろんなね、こう明暗さ、明るいところと暗いところの情報量もね、すごく保った状態で撮ることもできるし、なおかつ綺麗なね、色味で世界観をね、こだわって撮影をすることができるといったことがこの iPhone でもできますので、正直ね、全然これでね、十分と感じる人はもう iPhone でいいんじゃないかなと僕は思っております。何よりもね、この iPhone っていうのはね、手軽に撮ることができますよね。一番こうシャッタータイミングを逃さないと、そんなね、カメラでもあるかと思いますので、本当にね、僕はね、iPhone でもいいんじゃないかなというふうに思っています。で、ただ一方でね、これ iPhone でね、撮った映像をこう編集するのが難しいよとか、いろんな色にしていくの難しいよという方もいると思うんですけれども、そんな方に向けてですね、今回僕、Apple Log 用のラットも作りました。はい。なので、ぜひよかったらこれも使ってみてください。ちょっとね、販売という形にはなるんですけれども、Apple Log で撮影した映像に対して、いろんなこう色でね、世界観で楽しんでいけるようなラットをね、制作しました。なので、Osmo Pocket 3と iPhone のね、両方ともの専用のラットをね、今回それぞれね、制作しておりますので、ぜひよかったらね、カメラを買う前に、なんかこういったね、こう色の編集っていうものをね、楽しめるような環境を作って、ちょっとね、ダヴィンチリゾルブとかプレミアプロとか、ファイナルカットプロっていうね、映像編集ソフト上で使えるようなものにはなるんですけれども、こうログ撮影した映像に対して、ラットをね、たくさんいろいろと当ててみて、こう自分の好きな世界観でね、こう撮影をしたりとか、編集をしたりとかね、すごくこう手助けできるね、ラットになったかなと、そういう風に仕上がっておりますので、ぜひですね、こちらもね、チェックしていただければ嬉しいなという風に思っております。ただですね、こうカメラみたいな、こう撮影体験というところのね、楽しさっていうのは正直そこまでないと思うし、あとはこう撮影したデータが、こうプライベートなね、こういろんなものと混ざってしまう、統一されてしまうっていうのも、僕としてはあんまり好きじゃないっていうか、仕方ないところかなという風に思っています。という感じで、ちょっとね、今4機種をね、見てきたんですけれども、実際のパフォーマンスっていうところをね、ちょっと今から比較をね、していきたいなという風に思います。はい、それではそれぞれの画質を見ていきたいと思います。全く同じ場所で同じ設定で撮影をしています。Osmo Pocket 3が結構暗部が浮き上がってる印象で、コントラストがあまりない感じですよね。で、ZV シリーズはコントラストもしっかりあるものの、やっぱり E10-2 が奥行きがしっかりとボケていて、やっぱり立体感をね、感じるかなと思います。で、ZV-1M2 がちょっと白飛びが後ろしてるなという印象なので、やっぱりダイナミックレンジっていう明暗さを抑える性能がそれぞれのカメラでかなり変わってくるというような印象ですね。はい、それではそれぞれの手ブレ補正チェックをね、していきたいなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。個人的に驚いたのは ZV-1M2 が意外と抑えられてる印象ですね。アクティブ手ブレ補正をオンにするとかなり抑えられてる印象です。で、やっぱりね、Osmo Pocket 3はもう全然ね、ブレないし、意外と縦揺れするかなと思ってたんですが、こうやって見ると意外と縦のね、揺れもそこまで目立たないなというふうに思います。で、そして iPhone 16 Pro もね、かなりね、ブレを補正していると思いますし、ちょっと個人的に驚いたのが ZV-10M2 に関しては、これキットレンズをつけているので、OSS というレンズ内手ブレ補正がついているレンズなんですよね。それプラスアクティブ手ブレ補正をしているので、ZV-1M2 よりも手ブレ補正が効くかなと思っていたんですが、意外とそうでもないのかなと思います。なんかそこまで細かなね、揺れがあるわけではないんだけれども、ちょっと背景がね、ガタガタ動いてしまうような印象があるし、やっぱりですね、クロップのね、割合も多いのかなという印象があるので、もちろんレンズにもよるんですけれども、ちょっとこの4機種の中ではね、一番扱いづらくて、補正がね、そこまで素晴らしいとは思いにくいものなんじゃないかなというふうに感じたというところでございます。
はい、では続いて暗所性能をね、見ていきたいなというふうに思います。個人的にすごい綺麗だなと思ったのは iPhone ですね。iPhone ってこんな夜綺麗やったっけって思うぐらい、すごく綺麗ですよね。すべて ISO もね、揃えていたりとか、それぞれのカメラの F 値を最小にしております。で、ZV-10 Mark II も最小の F 値ではあるんですけれども、キットレンズなので F が 3.5 になるので、若干ね、暗くは見えています。その中でもこれだけノイズが少ないっていうのは、もっとね、明るいレンズを作ればもっと綺麗にクリアになりますので、やっぱりね、APS-C センサーを搭載したこのカメラだけはね、暗所性能が結構僕的にはレベチかなと思います。ノイズがね、一番目立ってるのが ZV-1 Mark II かなというふうに思います。このカメラはね、意外と F 値はね、小さい F1.8 からなんですけれども、Osmo Pocket 3に比べても、若干ノイズがね、暗部の部分がちょっとね、目立つかなというふうに思いますね。とはいえ、Osmo Pocket 3も若干あるなというふうには感じますので、そこまでこの2機種に大きな差はね、ないのかなといったところはありますね。はい、というわけで次2つ目の項目が映像美重視、画質重視のねカメラをトップ3をねご紹介できればなというふうに思っております。さっきのね項目でもうちょっといろんな基礎知識も紹介したので、ここからはねだいぶとパンパンいけるかなというふうに思うんですけれども、このね項目も僕はねすごく好きなところです。この項目での選定基準的なところで言うと、高画質であるというところ、そして色味ですね、色の綺麗さ、そして3つ目暗所性能ですね。なので本当にカメラの映し出す画質、映像美っていうところを重点としてピックアップをねしていけたらなと思います。じゃあまずね早速第1位いきたいんですけど、これですね。はい、ルミックス S9 と呼ばれるカメラです。これはねもうめちゃくちゃ綺麗やし、めちゃくちゃいいカメラですよ今回のラインナップの中で最も大きなセンサー、フルサイズセンサーを搭載したカメラとなっております。フルサイズというねセンサーはもうカメラ業界の中でもほぼほぼ一番大きいと言っても過言ではないぐらい、もうめちゃくちゃね十分なセンサーサイズとなっております。でこのセンサーサイズが大きければ大きいほどカメラのボディとかレンズ自体も大きくなってくるんだけれども、ボディは比較的コンパクトに抑えられたかなと思います。ちょっと今レンズがめっちゃちっちゃいの使ってるんですけど、レンズはもうちょい大きくはなりがちなんですが、比較的コンパクトなカメラになりました。で実際に画質はねもうこれ見てください。これを全て S9 で撮っております。どうでしょうか。この美しい画質をこのカメラであれば記録が可能です。もうこれ一旦ね結果見ていただいた方が早いと思うので、ちょっとねこれを今見ていただいております。でその他にもすごくねいいところで言うとですね、ルミックスのカラーですね。ルミックスっていうのは本当に色表現が豊かなんですよ。めちゃくちゃいいね色を出してくれます。もちろんですねログ撮影もできますし、リアルタイムラット機能っていうものを搭載しています。ここにラットボタンっていうのがあるんですけど、ここにラットをね割り当てることによっていろんなカラーのプロファイルで楽しむことができるんですね。で本来ログ撮影とか、ラットっていうのは動画に対して当てるものなんですけど、これに関しては写真にも当てることができるんですよ。なので写真とかも本当に自分の好みのラットを使って写真も動画もすぐに撮っていくことができるんですよね。でさらにこのラットに関してはルミックス用に作られたラットっていうのがアプリでダウンロードしまくれるんですよね。しかも無料です。なので自分のね好みのラットを見つけて、それをインストールして自分好みに撮っていくことが、できる本当にね楽しいカメラになっています。でさらにですね最近アップデートが入りまして、録画時間制限がなくなりました。もともとこの S9 というカメラは 4K だったら15分かな。で 6K の撮影もできるんですけど、 6K だったら10分間の撮影ができるんですが、もともと録画時間制限っていうのがあったんだけど一旦ねなくなりました。その分ねずっと撮り続けることによって熱停止、オーバーヒーティングで勝手に止まってしまうっていう現象はもしかしたら起こるかもしれないけれども、一旦ね制限っていうのはなくなったっていうのもすごく大きなところになっておりますね。なので一旦高画質を求める方はもうぜひこのカメラ検討してください。で次第2位がまたしもこれです。 ZV-10 Mark II ですね。もうこれもねやっぱめちゃくちゃいいです。本当にめっちゃ綺麗で APS-C センサーなんだけどもう十分な画質だと思っております。本当に画質っていうところですごくいいのがですね、ソニーのシネマライン FX30 というカメラがあるんですね。この FX30 と呼ばれるソニーのねもう業務用のねカメラなんですよ。これと同じもうほぼ同じセンサーだと思うんですよ。なのでもう実質同じ画質なんですよね。でこの FX30 で撮影した動画も僕たくさんこの YouTube チャンネル出してるんですよね。ありがたいことにねこのカメラも先行レビューでね作品もね制作させていただいて、この今ね流れてるこの映像とかも全部ね FX30 で撮ってるんですよね。単純に言うとこの映像が同じレンズを使って同じ環境下に行けばこの ZV-10 Mark II でも撮れちゃうと、それぐらいねもうほぼ同等の画質、このね画質を実現してるっていうところがめちゃくちゃ推しのポイントですね。でこのね FX30 に関しては本体価格が25万円ぐらいしてしまうんですけど、それの半分以下とかで、半分ちょいぐらいかで購入することができるっていうところではもうめち
ちゃくちゃコスパもね、いいんじゃないかなというふうに思いますし、とにかくね、もう画質めっちゃ綺麗なんで、本当に ZV-1MAX。もうそこはね、もう安心していただければいいかなと思いますね。で、他にもさっきね、ルミックスのカメラだったらラットが当てれてとか言ってたと思うんですけど、ソニーのカメラもちょっと似たものがあって、クリエイティブルックですね。ソニーのカメラ、実はね、この ZV-1MAX にも入ってるんですけど、クリエイティブルックっていうものをね、使うことができます。これは写真も動画も両方ともソニーの、10種類のカラーのプロファイルみたいなのがカメラの中に入ってるんですよね。で、それを使って撮ることができるので、結構ね、もうそのままでもいい感じに撮影をね、することができます。それがね、この ZV-10M2 でもね、使えたりするので、そこもね、良さがあるかなというふうに感じておりますね。で、次、最後がこちらでございます。富士フィルムさんの XM5 というね、カメラですね。これも比較的新しい。めちゃくちゃこれが一番新しいんじゃないかなっていうようなカメラで、ぶっちゃけね、もうここ、もうめちゃくちゃバチバチ競合だと思います。これぶっちゃけ、もうここもう超ライバルだと思うんですけれども、これもなかなかいいんですよ。このカメラもですね、はい、APS-C センサーを搭載しておりますので、ZV-10MAX と同じセンサーの大きさですね。で、富士フィルムさんのカメラというところで、見た目もね、めちゃくちゃ可愛いっていうのはもちろんあるんですけれども、このカメラの魅力はここです。フィルムシミュレーションダイヤルっていうものがあります。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、富士フィルムといえば、フィルムですよね。そもそもフィルムっていうものをね、製造している会社ですよ。そのフィルムのそれぞれのカラー、フィルムってそれぞれね、カラーが違うんですよね。明るさも変わってくるんですけど、色の感じっていうのは全部違うんだけど、そのフィルムをデジタルに挿してここで楽しめるっていう、結構もうめちゃくちゃロマンあふれるカメラなんですよね。ここにそれぞれのね、フィルムの名称とダイヤルがあって、例えばビビットとかクラシッククロームとかクラシックネガとかノスタルジックネガとかリアラエースとか、もういろんなフィルムシミュレーションをここで、クリクリやっていくことができるんですよ。で、さらにカスタムをね、割り当てることもできるし、こういう風にちょっともうサクッと色味がね、バンバン変わっていきます。めちゃくちゃいいですよ、これ。っていうようなことができて、これが写真も動画も両方とも楽しめるというところになるんですね。で、富士フィルムさんのね、カラーは本当にこう、なんやろな、めちゃくちゃ世界観があって、すごいね、こう、現代っぽくないというか、ちょっとね、こう、いろんなこう独特なね、世界観で作れるかなと思います。ソニーとかって結構今時というか人工的な今の映えみたいな感じなんですけど、富士フィルムはそこまでアピールさがなくて、なんか本当にこうシックな感じで、こうシルキーというかね、めちゃくちゃこう世界観がね、おしゃれな形で出てきます。で、実際にこの画質みたいなところはね、ちょっとよかったらこの動画を見てみてください。僕ね、富士フィルムさんとのお仕事で、ショートフィルム映像を作らせていただいたんですよ。このね、作った映像自体がもう全てこのね、XM5 で撮影をしました。ちょっとね、望遠レンズとか、いいレンズもね、使ったっていうのはあるんだけれども、プロのね、サーファーの方がちょっともがいて苦しんで、こう自分自身をね、こう見つめ直すというか、自分のこうパフォーマンスっていうものをこう最大限にね、引き出すようなこう日々をね、こう送るようなストーリーがあるんですけれども、全編このね、カメラで収録をしております。今見ていただいてる限り、めっちゃ綺麗ってなると思うんですけれども、それぐらいね、本当にこんなね、小型さからは想像ができないような画質がね、出てくるといったところが、このね、カメラの魅力かなというふうに思っております。という感じで、ちょっとね、この3つのね、機種を上げてきましたが、実際に画質のね、違いとか、ちょっともろもろね、ここからさらにまた見ていこうと思います。それではそれぞれの画質と色味について見ていきたいと思います。画質による違いっていうよりかは結構色味がねかなり違うなという風に感じております。特に僕は S9 の色味を絶賛してはいたんですが、実際に撮影してみるとこの環境下であれば ZV-10M2 が一番なんかナチュラルというか綺麗な印象がありましたね。ルミックスは肌の色が赤く血色も良くなりがちなんですけど、今回に限っては環境的なものか ZV-10M2 の方が個人的にはすごく綺麗だなという風に感じました。一方 XM5 に関してはなんかこの場所でもなんかすごく雰囲気があるというか、あんまりこうデフォルトのカラーっていうよりもちょっとやっぱりフィルムレーションルックのような、何か補正がかかっているような、なんかそんなような色味で出てくるような印象がありますね。はい、というわけでですね、次3つ目のね、項目に行きたいんですけれども、これが特殊撮影向けのカメラのおすすめでございます。はい、ちょっとまた全く違う用途になってくるんですけれども、特殊な撮影、アクションであったりとか、そんな撮影するみたいな、例えばですね、こう水中に入れてしまったりとか、こうなんかこう自転車とか車に取り付けたりとか、超スローモーションにしたりとかね、なんか本当にいろんなこう撮影のところで、おすすめのねカメラを紹介していこうと思います。そのトップ3の第1位がですね、インスタ 360X4。これがかなりいいと思います。これはですね、360度カメラになっております。なのでちょっともうむずそうみたいな感じになると思うんですけど、これは意外と簡単です。はい、それだけ先言っておきます。360度カメラというものはですね、ここにレンズがね、2つ搭載されてるんですが、こっちのレンズとこっちのレンズ両方
方合わせて撮影をすることになります。でもちろん撮影自体は片面ずつでもいけるんですね。なのでこう撮っておけばこっちだけ撮ることもできるし、こう撮ってこっちだけを記録すれば自撮りができたりもするんだけど、両方かもしくは片面か選べたりはします。でさらにですね、360度を記録する、全体を記録することによって全ての画素数の合計が 8K になるんですよね。 8K で片目 4K ずつになるので、かなりですね綺麗な画質を誇る360度カメラになります。で本当にこれはもう結構用途次第なんですけれども、例えばねこう自撮り棒を持ってすごい伸ばしてこうちょっと長く撮ってみるとドローンっぽいようなねショットが撮れたりとか、あるいはねもうここに置いちゃって誰かとこれを囲んで撮ってあげると、本当にねその視点でいろいろとね、見ることができたりするとか、であとはねこれをね加えて走ったりするやつあるじゃないですか。あれも大体この X4 とか前の機種の X3 とかで撮られてるものが多いと思うんですけど、加えてね撮ってるちょっと進撃の巨人みたいなああいった撮影は全部こういったカメラで撮影をされております。で価格に関しても7万円台で8万円かで購入することができるので、めっちゃ高いわけじゃないんやけど、ややねやっぱこう頑張らないといけない価格にはねなるかなというふうには思いますよね。特にこうバイク乗る人とかバイクにこう取り付けてこう乗っておくと、こうあたかもこう撮られてるような視点でね撮ることができたりするんですよね。自転車も同じなんやけどね。なのでこうどっちかっていうと他撮り、要は誰かを撮るっていうよりも自撮りをこうより客観的にしたいみたいな、ドローンとかじゃなくて手軽に遠くから自分を撮りたいみたいなところでもすごくね使えるようなカメラになってるかなというふうに感じます。はい。で次がですねちょっと同率第2位がこちらでございます。インスタ 360 Ace Pro 2、そして DJI Osmo Action 5 Pro というふうになっておりますね。いやーちょっとこれは難しい。難しい。はい。両方ともねアクションカメラですよ。もうこれはご存知の方多いと思うんですけど、GoPro みたいなものですね。で GoPro どうなんっていうところなんですけど、もう僕の判断としてはもう GoPro はもうちょっと入ってこないですね。正直価格とかユーザー消費者に対する優しくなさとかで僕はもう入れませんでした。バッテリーがね変わったりとかで、バッテリー変わるって結構えぐいことなんですよね。今まで使ってたものが使えないとか、なんかもう細かないろんなちょっとこう不満点が結構出ちゃうと思うので、僕はこっちの方がおすすめなのでこれにしております。でですね、正直もう両方とも完成されてるので、ぶっちゃけもうどっちを選んでもそんなにね後悔はないかなというふうに思っております。この Ace Pro 2はここのねディスプレイ自体はこの情報しか載ってないんだけど、これをフリップすることによって自撮りをねして、確認をして撮影をすることができるようなそんな設計になっています。で Action 5 Pro に関しては逆にそうじゃないんだけど、こっちに逆に移りますっていうのと、他にも録画ボタン1回押すとですね、これ起動がめっちゃ速くてもう撮れるんですよ。もう回ったんですよね。これがめっちゃ速い。で自撮り自体はここでね確認をすることができるので、特に問題ないかなといったところになってきます。でざっくりとしたスペックはほぼ一緒なんですよね。センサーサイズも 1.3 分の1センサーで同じだし、最大 4K120 フレーム撮れて、こっちは 8K もいけちゃうんですけど、で両方とも防水ハウジングケースをつければ最大 60m までね潜れたりとかいうところだし、ここのね背面のディスプレイの大きさも 2.5 インチで、こっちが900ニットでこっちが800ニットというところになるので、結構似てますよね。ただですね、バッテリー持ちはこっちの方がね、最大240分でこっちが最大180分なので、こっちの方が長いっていうのがあったりとか、アクション5 Pro には内蔵ストレージが入ってるんですよね。なので SD カードを忘れちゃったとしても最大 64GB までこの中身でね取れることができたりするので、そこは結構安心材料だったりするかなというふうに思いますよね。であとはやっぱりこっちの方が 146g で軽いっていうところもすごく良かったりするし、僕で 177g とはいえ軽いんだけどもうよりコンパクトっていうところはすごくいいところだと思います。でさらにねこっちの魅力としては、こういったねオズモ系のカメラシリーズにすごくね最適な、例えばねこういうものが使えたりするんですよね。これね DJI マイクミニって呼ばれるもので、こんな感じでワイヤレスマイクが入ってたりするんですけれども、こういったワイヤレスマイクをですねこのまま直接マイク1個に対して本体にね接続できるんですよね。なのでこういうレシーバーみたいなのがいらなくて、もう直接これに1個だけじゃなくて2つ分をおのおの入れたりすることができるんですよね。このような DJI のエコシステムみたいなものが発揮できるっていうのがやっぱりねこの Osmo Action 5 Pro のね良さなんじゃないかなというふうに感じております。このインスタ360に関してはちょっとね8ビットっていうところなんですよね。色の情報量がやっぱりこっちの方がね多いっていうところは、やっぱりね5 Pro の方が良さであるかなというふうに思います。とはいえねちょっとスペックだけじゃね比較しづらいところもあるので、ここまでちょっと一回比較をね見ていきたいなというふうに思います。それではねこの2機種で画質をね比較していきたいなというふうに思うんですが、皆さんこれはね結構好みにはなると思うんですよ。両方ともすごくねダイナミックレンジ、明暗差もね幅広くね抑えることができてはいると思うんですね。あくまで僕の好みを話すのであれば、アクション5 Pro の方が色は好きなんですよね。ただなんか立体感というか絵力みたいなちょっとこう
迫力のある威力のあるような雰囲気っていうのは僕は Ace Pro 2の方がね好きだったりしますね。特にこう太陽の明るいところとかであればちょっとより明るさがね際立つような雲の立体感とかがねあったりするので、僕は結構 Ace Pro 2ね好きだったりはしますね。ただ色味は Action 5 Pro の方が好きです。はい。ではそのまま暗所性能をね、見ていきたいなというふうに思うんですけれども、両方ともね、ナイトモードというか低照度撮影用のモードがあるので、それで撮影をしております。まず大きく違うのは色味ですよね。もう全然違うなという印象があります。で、一見明るく見えるのは S Pro 2なのかなというふうにやっぱり思うんですけれども、僕はやっぱりね、ナチュラルな色味であるというか、肉眼にね、なんかこう近いっていうのが、Action 5 Pro の方かなというふうに感じてはいますね。で、ちょっと Ace Pro 2の方はめちゃくちゃね、こう夜暗いところでも綺麗にね、映し出してくれるんですけれども、ちょっと作られたような、画質なのかなというような印象があります。ただですね、どちらを使っても暗所の撮影っていうのは、十分できるかなと思いますので、この辺は色の好みとかで選んでいただいてもいいのかなというふうに感じております。でですね、最後3つ目でちょっと特殊なものなんですが、それがこれですね。これはインスタ360シリーズ。はい。この辺のカメラと同じメーカーですね。インスタ360のシリーズの中のこの Go3S って呼ばれるもの。これもね、なかなかいいんですよね。これだけちょっと特殊でですね、ちょっと変なんですけど、変とか言ったらあかんが。これね、撮れるんですよ。ポットが。取ることができて、こういうですね、マグネット、ペンダント型のマグネット、こんな感じのものがあるんだけど、これをですね、はい、やって、でね、ちょっと中に入れるじゃないですか。で、これ、パチンとつけることができます。わかる？なので、これで POV、ちょっとこう、一人称視点の撮影ができたりするんですよね。もちろんこれ横も縦もいけるんですけど、これでさ、バイクとか、車とか乗り物とかこうハンズフリーでいろいろと撮れたりとか、あるいはねここに何かドローンとかのね上に乗っけてあげたりとか、ちょっと僕はねそういった撮影もしてたりするんですけど、そういったこともできるし、あとはこうペットのワンちゃんとかのこう首輪とかにつけてあげてやれば、もうワンちゃんがこう歩いてるね、ふがふが歩いてるようなシーンとかも撮れちゃうみたいな、そういうようなカメラになってるんですね。これ良くない？でこのカメラははい同じようにフリップをすることができるので、こういう風にね、見ることもできるし、ほんでこれを分解してこうやってあげればこっちで確認をねすることもできるという風になっています。ただですね、ちょっと画質に関してはぶっちゃけねここの2つほど良くはないんですよ。これはね最大 4K の 30p やったかな、はい、とかまでになるので、なので 4K でもスローモーションはできなかったりとかはするので、そこはちょっと残念なところにはなってきます。ただですね、内蔵メモリがね入っておりますので、これもSD カードがなくても撮ることができると、そういうような安心感があるという風なところになってきますね。なのでもう完全にちょっと特殊な POV 視点、一人称視点、ハンズフリー視点で撮りたい方はこれもいいのかなという風に思います。はい、なので、ちょっとね特殊撮影シリーズは大体この辺になるかなという風に思いますので、海の中に潜るのか、スキースノボーで使うのか、バイクで使うのか、ペットにつけたいのか、いろんなこう撮影方法があると思いますので、自分に合ったカメラはここの中から選んでいただければいいのかなというふうに思っております。はい、というわけでですね、次4つ目の項目いきたいんですけれども、それがインフルエンサー向けカメラのトップ3ですね。これに関しても特にこう自分を撮るような方に向けてご紹介をしたいです。で、その中でもやっぱり女性の方はここのね項目が必見になっております。もう早速ねトップ3とその理由を話していきたいと思うんですけど、まずはやっぱりもう iPhone です。やっぱ iPhone が一番いいと思うんですよ。っていうのもやっぱりこう SNS にそのままアップすることができるっていうところ、そして加工アプリもねここの中やったらソフトウェアを変えることができるのでできたりしますよね。で、いつでもどこでも簡単に撮影できるっていうところで結果的に一番いいのかななんていう風に感じております。で、ただですね、この iPhone の撮影の1個大きな課題ポイントってあるじゃないですか。それが外のカメラでの自撮りができないことだったじゃないですか。はい、これね解決策が出ました。それがこちらの製品でございます。これ案件じゃないんですけれども、シンボルさんの CP5 というカメラを使うことによって、これマグネットで背面にねマグセーフで取り付けることができるんですよね。で、それで iPhone の画面を全くそのまま出しながら撮影をねすることができますので、これで完全に外カメラで自撮りをして操作をすることができると。で、さらにその画面自体を録画することもできたりで、なんならモバイルバッテリーにもなっちゃうみたいな、そういった素晴らしいねものになってるんですよね。で、これが今ね多分日本価格で1万円台で買ったと思うんですけど、はい、僕はちょっとアリエクで購入したんですが、このねものによって僕はねこの iPhone がもう完全体であるなという風に感じることができました。やっぱりね外カメの自撮りっていうのが今までやっぱりしづらかった。特にね、超広角やったら入るんですけど、普通の標準カメラだったらねなかなか厳しかったんですけど、それがねもうこれで完全できるようになったので、それこそねインライとか、インスタライブとか、普通の動画撮影もそうやし TikTok とか含めてやっぱり iPhone で撮るのがいいのかなと
と正義だなというふうに感じましたね。で iPhone のねこう欠点がもう1個あるとすれば、やっぱり容量ですよね。この容量を圧迫してしまうっていうところなんですが、それに関してはもう購入時にストレージをアップさせましょう。やっぱり250よりも 512GB とか、僕はこれ 1TB なんですけど 1000GB 入るんですけど、やっぱ1000とかあるとめちゃくちゃねブンブン入れれますからね。で仮にいっぱいになっちゃったとしても、やっぱりSSD とか、保存先をね外部で買ってあげてください。以前紹介したこういったね、サンディスクの内蔵メモリとか、こういったものでも最悪いいし、こういうですね、SSD と呼ばれるね、ここにね、なんと 2000GB も入るんですよ。で、これを USB につなげて、で、さらにこれを iPhone につなげるんですよね。で、これでもう撮影したデータをここにね、直接読み込むこともできるし、もう使わないものはここに入れていくこともできたりとか。で、これはもう数万円で何個も買うことができます。なので、ぶっちゃけカメラ本体よりも iPhone のね、課題っていうのは中身だったりはするので、こういうようなね、用途のこう運用方法もあるので、ぜひね、この辺も押さえておいていただければいいのかなというふうに思っております。はい。で、次、インフルエンサー向けカメラ第2位がこちらですね。やっぱり Osmo Pocket 3ですね。はい。これが、なんやかんややっぱすごくいいんですよ。もうめちゃくちゃ向いてます。なんといってもね、このまま縦にして、このまま自撮りに向いてあげれば、もうこのままね、すぐに自撮りをして撮影をすることができます。声も綺麗だし、クリエイターズコンボっていうものを使えば、ワイヤレスマイクもね、一緒についてくるんですよね。なので、それで撮れば、もっとこう、音声をね、綺麗にすることもできたりするし、美肌補正モードもね搭載しています。でなんならねアプリに接続をしてあげることによって小顔効果とかそういったものも選ぶことができるんですよ。はい、ちょっと分かりづらいかもやけど、これなしの状態から美肌とか美白とかね、こんな感じでトーンアップもできたり、小顔とかもできるんですよ。これすごいよ。これめっちゃなんか顎が伸びてんねんけどめっちゃ顎伸びてるけど、こんな感じとか瞳のね大きさも変えれたりしますよ。これクマ消しとか鼻口とか、いやもう変えすぎやろみたいな感じで、もう別人になってるけどでここからもちろん録画もねできたりするといった形で、めっちゃねやっぱ綺麗に撮ることが可能です。なので、このね Osmo Pocket 3っていうのは本当にそういったねことまでできるし、プロフェッショナルなね使い方もできる、すごい贅沢なカメラになってますので、やっぱりねめちゃくちゃいいのかなと思います。ただ今のね設定に関してはアプリをつないで接続をしてやる必要はあるっていうね、ちょっとそこら辺のデメリットはあるんだけれども、全然一回やっちゃえばずっとねそのモードで保たれて使うことができるので、そこはねいいかなと思います。であとはね、なんといっても今まさにこのまま置いてたんですけど、このまま使うことができます。一応推奨はしないんだけど、ちっちゃい三脚があるんだけど、それじゃなくても、一応このまま立つんですよ。なのでもうこのままね、自立させて自撮りをさせたりとか、そういったこともできるようになってますので、その辺のね使い勝手がめちゃくちゃ良かったりしますよね。折りたたむとね、これぐらいコンパクトになってケースに入れて、もうポケットにもね入れちゃえるようなサイズ感になるので、女性の方にもすごく撮りやすいカメラなんじゃないかなと思います。はい。で次第3位がやっぱここの2つかなというふうに思っております。やっぱりね自撮りをするインフルエンサーさん向けにはこっちかなと。これねやっぱちょっと重いっていうのとフルサイズなのでレンズが大きくなっちゃうっていうので、やっぱりここの2つがいいのかなと思いました。特に僕はこっちなのかなというふうに思うんだけど、2つとも両方おすすめです。でなんといっても両方とも縦サイズの動画の撮影に対応しています。この ZV-10M2 っていうのは本来こんな感じの横画面の UI なんですが、これ縦にしてあげるとなんと縦になるんですよなので縦画面で、しかもそのままこういう風にフリップをして自分に向けてあげることによって、もう縦サイズで TikTok が撮れちゃうという風になるんですよね。ここがすごくいいかなという風に思います。逆にこの XM5 の方ですね、ちなみにねこれ Vlog モードと呼ばれるものがあるんで、これで撮影してあげるとすごく簡単なんですが、こんな感じでねいろいろと出てくるんですけれども、ここの場所ですね、これをオンにしてあげると、縦画面のここのエリアだけで撮れると。でレックを回すとここのカウントが始まって15秒とか、この、秒数で撮ることができます。でこのカウントも15秒、30、60秒オフとかね選ぶことができたりするので、ショート動画モードっていうのもあったりするので、 TikTok とかねもう秒数これで撮りたいよみたいな方にもすごくおすすめです。で他にも美肌補正レベルがオフ、ミディアム、弱い、ストロングとかねあったりしますので、この辺がやっぱりね使い勝手がいいところになってきておりますよね。で他にもね商品レビューモードっていうものがあったりするんですけれども、これを使うとねカメラのね手前に来たものにすごくピントが合いやすくなったりします。なのでこれを使ってあげると、何か商品紹介のね
企画とか、なんかそういった時にすぐにピントが合うモードにね、切り替えることもできたりするので、この辺はね、結構便利なところになってきていますよね。たくさんありふれたミラーレスカメラの中でも特に自撮りとか SNS コンテンツに向けて作られているっていうのがこのね、カメラにもなったりするので、インフルエンサーの方、今はね、ミラーレス一眼でも美肌補正とか、たくさんね、魅力的なね、モードが入っていますので、ぜひね、この2つもね、チェックしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでですね、いよいよ最後の項目となりました。最後はデザイン重視で選ぶならこのカメラかなというところになってきております。それをね紹介して終わろうかなというふうに思うんですけれども、僕の持論にはなるんですけれども、カメラっていうのはデザインがいいと持ち出したくなるんですよ。でイコールそれって持ち出す機会が増えるとやっぱりね使う機会が増えて、やっぱりコンテンツを作っていく機会につながっていくので、やっぱりどんだけいいカメラを使っても持ち歩かないと始まらないんですよね。持ち出さないと意味がないと僕は考えています。そんな中でもちろん機能は大事なんだけども、デザインが良くて持ち出したくなるようなデザインおしゃれっていうところで見ていきたいなというふうに思います。それがルミックスデザイン。これがデザインとしては一番やっぱベストだと思います。これね、今緑のカラーになってるんですけれども、これね、実はエクステリア張り替えサービスというものを利用して緑にしてもらいました。このね、ルミックスの S9 というカラーはいろんなカラーのね、変更ができるようになっています。最近ね、いろいろと追加されたっていうのもあって、このね、カラーバリエーションで自分好みにね、カスタムをしていくことができます。で、さらにですね、ここの上面が今シルバーの筐体になってるんですが、これもブラックとシルバーの2つから選べて、そこからさらにカラーのね、カスタマイズをすることができるので、めちゃくちゃね、こう自分好みのカラーで楽しむことができる、そんなね、ものになってるんですね。こういった一眼カメラって黒いイメージあるじゃないですか。でも今はこういったね、ルミックスのカメラはいろんなバリエーション、カラーのバリエーションで購入できるというところがすごくね、可愛いところになってますね。で、僕がね、すごくね、このデザインに惹かれる理由としては、フラットデザインっていうところかな。上面もね、すごいスパーンと切れてて、ここもね、パーンってなってるし、なんかこう、ゴツゴツとしてないような感じがするんですよね。こう、すごくスクエアでフラットしていて、すごいね、こう、ボディデザインっていうのもシンプルですごくね、いいのかななんていうふうに思いますね。正直ね、今出ているミラーレス一眼の中では、僕はもう本当に1、2を争うレベルで好きなね、デザインで気に入ってるものになりますので、デザイン重視される方はめちゃくちゃねおすすめかなという風に感じております。はい。で、次2番目これですね。XM5 ですよ。これがね、やっぱめちゃくちゃ可愛いね。これはね、黒とシルバー両方とものモデルがございまして、シルバーやっぱめちゃくちゃ可愛いですよね。これ黒も全然可愛いんだけれども、やっぱ特にシルバーのデザインっていうのは可愛いですよね。富士フィルムさんのカメラっていうのはシルバーと黒の両展開が結構多いかなという風に思うんですけれども、上面もシルバーになってますし、ここやっぱ上面のこのダイヤル感ですよね。この辺がやっぱり軍艦部分のデザインとかがやっぱこうね、フィルムカメラを思い出すようなものになっておりまして、実際にね、もう僕フィルムカメラもね持ってたりするんですけれども、こんな感じでやっぱりね、フィルムカメラっていうのはちょっとね、この辺のシャッターであったりとか、この辺のね、こう巻き上げのね、ダイヤルがあったりとかで、ちょっとこうレトロな感じなんですよね。それがデジタルでも楽しめるような、なんかそんなデザインに、ね、なってるような気がしますので、この時代にね、ちょっとクラシックにね、クラシカルな感じで使いたいみたいな、そういった方にすごくお勧めできるね、デザインかなというふうに思います。ただ1個だけ注意点がありまして、このカメラはシルバーで買ってもレンズはシルバーではありません。なのでキットレンズも黒になるし、基本的にほとんどのレンズは黒なんですよ。なのでそこは注意です。ここの統一感、ここからさらにシルバーっていうのはあんまりないので、一応探せばねあるんですけれども、ほぼ黒っていうところはありますので、こっちもね一緒なんやけどね、それは、そこら辺は踏まえた上で、ご検討いただければいいのかなというふうに思います。はい。で、第3位がですね、これのカラーバリエーションホワイトバージョンですね。ZV-1M2 とか ZV-10-2 も、ホワイトカラーがあるんですよ。ソニーさんの ZV シリーズっていうのが Vlog カムと呼ばれるねシリーズになるので、そのシリーズであればホワイトカラーっていうのがあります。で、さらに ZV-1M2 もホワイトがあるので、すごくね本当に可愛らしいです。なのでこの ZV シリーズのホワイトカラーっていうのもすごく魅力的だと思いますので、これもね一個いいと思いますね。ただですね、こういった Go3S とかもそうなんですが、やっぱりホワイトっていうのはちょっと黄ばみがね出やすい、特にそこのね面とかが汚れやすいという特徴があるので、そこら辺は踏まえた上で、検討をねする必要はありますが、ただやっぱりねこう女性の方とかホワイトのねカラーがいい、明るいカラーがいいなっていう風に思う方もたくさんいらっしゃると思いますので、そういった方には、このねホワイトカラーをぜひねお勧めしたいなという風に思っております。で、同じくね ZV-10M2 もホワイトはあるんだけれども、レンズはほぼ黒が多いので、ここは一個注意ですよ。レンズまで白っていうのはなかなかないので、そこら辺はね注意してください。はい、というわけでいかがだったでしょうか。もう喉がカラカラなんですけれども、弾丸でね、今どんくらいかな、
どくらい撮ったっけ？1時間半です。1時間半の収録を終えております。最後にね、改めて結論をね、申し上げるとすると、この動画を見て追加でね、こうカメラを買う必要がないなというふうに思った方、そしてこう荷物をね、あんまり増やしたくないな、カメラっていうものを持ち運ぶことにストレスを感じそうな方は、やっぱり iPhone っていうのが素晴らしく合ってるんじゃないかなというふうに思います。特にこの iPhone 15 Pro、そして16 Pro はかなり大幅なね、性能の進化を遂げていますし、このようなね、ログで撮影した映像もこのようにね、綺麗なね、映像として仕上げることもできます。で、自撮りがしたければね、紹介したね、このシンボルの CP5 というモバイルのモニターを使ってあげることによって、メインのレンズでもね、自撮りをすることができるようになりました。なので、カメラを購入することにハードルを感じたり、カメラを覚えることがめんどくさい、カメラでね、失敗したくないっていう方は正直 iPhone でも十分なので、そういった方には僕はね、iPhone を全力でお勧めしたいと思います。で、そして、とにかくバランスが良くて、高性能で高画質を目指したいという方には、やっぱりこの Osmo Pocket 3です。悔しいぐらいにめちゃくちゃ高性能だし、もうこれ一つあれば、本当に大抵のね、撮影ができたりするんじゃないかなというふうに思います。渋谷のスクランブル交差点を歩けば、これを持っている人が必ず5人はいるぐらいに、めちゃくちゃみんなが使っているようなカメラになっています。オーストラリアとかアメリカとか行った時に、いろんなね、家族旅行をしていた人たちがみんなホームビデオを今はこれで撮っていた、そんな時代になっています。なので、高画質、高性能、そして SNS 向きっていうところで、このね、Osmo Pocket 3はマジで欠点が少なくて、めちゃくちゃね、いいカメラなんじゃないかなと思います。で、そして僕としてはやっぱりカメラの楽しさっていうものを知っていただきたいので、これをね、最後にお勧めします。これが ZV-10M2、レンズをね、付け替えて楽しむことができるミラーレスカメラとなっています。安心安全の国産のソニーのカメラになっておりますし、オートフォーカス性能も申し分なくて、写真や映像の画質も超綺麗で、とにかくカメラ自体そのものを楽しむことができるようなものになっています。そして2024年に発売されたモデルによって美肌補正モードがあったりとか、縦動画に対応していたりとか、本当にね、SNS コンテンツを制作する方にとって優しいね、機能も搭載していたりとか、本当に今時のね、ミラーレス一眼という風になっておりますので、いつかカメラを購入したいと思っている方、カメラをね、趣味にしていきたい方、お仕事にしていきたい方の入門として迎えるっていうのがね、すごくおすすめなんじゃないかなという風に思っております。以上、これらがね、改めて僕のね、結論という風になっております。ここにある全ての動画、レビュー動画がね、このチャンネルには、全て上がっていると思いますので、興味あるものがあればぜひですね、こちらのレビュー動画を全て概要欄からチェックしていただければなという風に思っております。そしてこの Osmo Pocket 3と iPhone 用のラットの販売を開始させていただいております。Osmo Pocket 3専用のラットと、Apple Log 専用のね、ラットをそれぞれね、両方とも頑張って長い時間をかけて開発したものになりますので、よかったらですね、こちらもチェックしてください。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。マジでこの動画頑張って作ったので、ちょっとでも役に立ったよ、よかったよって方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をしていただければ嬉しいなというふうに思っております。ではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。